あなたの夢は何ですかと聞かれたら、皆さんは何と答えますか？仕事について答えますか？住む場所について答えますか？今日は私の夢と人生のビジョンについて本気で話したいと思います。皆さんこんにちは。女子大生日本語教師のメイカです。元気ですか？ Hello, this is Meika. I'm a university student and also Japanese tutor on my own website. How are you doing? 今日の動画の日本語は少し難しいと思うので、動画に日本語の字幕をつけています。もし英語が必要な人は YouTube の設定からセッティングをお願いします。でももし英語の字幕なしで頑張りたい人はぜひ頑張ってみてください。実はこの間高校3年生なので18歳の生徒に向けて講演会をする機会がありました。で、お題は将来についてで、特に英語で広がる世界みたいな感じで講演会をしました。で、その次の日に大学時代の後輩2人とランチをしたんですけど、その時も3時間ぐらい将来とか、夢について話す機会がありました。なので私は最近将来のこととか夢のことについてたくさん考える時間がありました。なのでぜひこの動画 YouTube でも私の夢についてシェアできたらいいなと思ってこの動画を今日撮っています。まず私の夢は言語の壁をなくしてお互いを理解して尊重できる場所、そして人を育てるというのが私の夢です。これちょっとスローガンみたい。人生のスローガンみたいですよね。でもこれが私の夢です。で、これを私が生まれた長崎で実現できたらいいなというふうに思っています。そしてこの夢についてちょっと詳しく話したいなと思います。海外から日本に旅行に来る人で日本語が話せない人と私が話すときによく話題になるのが言語の壁です。で、これは英語があまり話せない日本人が海外に行くときも同じです。私は日本語が話せない海外の人、海外旅行客の人を批判するわけでも、英語が話せない日本人を批判したりとかっていうわけではなくて、普通にその人たちが外国語、海外の人が日本語だったりとか、日本人が英語を知ってたり話せたら、もっと楽しいだろうなと思います。皆さんはどう思いますか？いろいろ便利ですよね。そこから言語の壁がもしなかったら、いろんな楽しい体験ができるかなと思うんです。私はみんな言語がわかるからもっと人生が楽しくなるとか、言語がわかるからお互いをもっと深く理解できて尊重し合える、そんな世界を作りたいと思っています。そしてその世界を作るためにはもちろんそこにそれができる人がいることが必要ですよね。もしこの場所はどんな言語を話してもいいですよとか、どんな言語でも理解できますよみたいな場所を作ったとしても、そこにいる人たちがその言語を話せなかったら意味がないですよね。なので場所を作るだけではなくて、その中にいる人を育てることもすごく大事だなと思っています。なので外国語を話せる人を増やすというのも私の夢の一つです。個人的には誰がとどっちの言語を勉強するとか、そういうことはあまり重視していません。でも今は海外の人に日本語を教えて、日本での生活をもっと楽しめたりとか、日本の旅行をもっと楽しいものにしたりとか、日本のゲームとかアニメを日本語でできるようになったりとか、何よりも日本語を楽しんでもらえるように毎日頑張っています。ただもっと将来的には日本人に英語を教える授業も
挑戦してみたいなというふうに思っています。そして私のスクールがもっとうまくいって大きくなったら絶対にやりたいことがあるんです。それは募金活動です。私を含め私と一緒に日本語を勉強したり英語を勉強している皆さんは少なくともその勉強ができるお金はあるということですよね。私はそれがすごく幸せなことだなというふうに思います。でも皆さんも知っている通り、この世界にはそれができない子供たちとか、大人とかもたくさんいますよね。それに最近はいろんなところで災害とかも起こっています。2024年の4月には日本の石川県というところで大きな地震がありました。そしてその後にも台湾で大きな地震がありましたよね。私の生徒の中にも台湾出身の人がたくさんいたので、すごく私も心配していました。なので私はそんな人が困ってる時にその人たちを助けられるような人になりたいなと思っています。今はコンビニでちょっとだけ募金したりとか、そんな小さなことしかできないけど、もっとこのスクールを大きくして私も影響力が持てるようになったら、私が恵まれている分、そうじゃない人とか助けが必要な人に、私の仲間になってくれる人と一緒にこの世界に恩返しができたらいいなと思っています。今は結構明確な夢があって、私はとてもラッキーだなというふうに思います。でもこんな私も高校生の時、だから16、17、18歳の時は将来どうしようかなとかで夢がなくなった時がありました。日本には高校入試というものがあるので、高校は結構頭がいい人はここの学校とか、大学行かないで仕事に就きたい人はこの学校とか、結構いろんな高校の種類があります。で、私が行った高校の生徒はもう本当にみんな頭が良かったです。中学生の時までは私勉強できるかなというふうに思ってたんですけど、高校に入ったら私よりも頭いい人がもっとたくさんいて、正直自分を見失いました。周りはお医者さんになりたいとか、エンジニアになりたいとか、看護師になりたいとか、たくさん夢を持ってる人がいるのに、私はなかなか自分が納得できる夢が見つからなくて、結構ずーっと迷っていました。なので、将来の夢何って聞かれたら、私はとりあえずわからないから、お嫁さんっていう風に言っていました。高校の友達はみんなこれ聞いたことあると思います。本当に結婚だけはしたい。結婚はしたいから、将来の夢はお嫁さん、結婚することっていう風に言っていました。でも私も全く夢がなかったかというとそうではなくて、栄養士とか看護師とか建築士とか、あとは下着のブランドの社長とか、いろんな仕事を考えてはいたけど、あんまり自分にしっくりこなかったです。でも大学に入って夢への考え方がすごく変わりました。前は夢イコール職業という風に考えてたけど、大学に入って夢はそれだけじゃないということに気づいたからです。その考え方に変わってからすぐ夢が決まりました。言語の違いが問題にならない世界に住むことが私の夢。そして私は人に教えることとか人と関わることが好きだから、じゃあ言語を教えよう。そういう風に職業だけを見るんじゃなくて、好きなこととか得意なこととかそういうものから探していくと、やりたいことがどんどん明確になっていきました。この動画でも話している通り、私は9月からスコットランドの大学院に行って教育についてもっと勉強します。これはもう一つの夢を叶えるためです。それは大学で研究しながら外国語を教えることです。でもこの大学院についてもこの近況報告よりも予定がすごく変わったので、これについては次の動画で話したいなと思っています。
もしこれが気になる人はチャンネル登録とあと通知をオンにして待っていてください。今この動画を見ている人も夢がある人とか逆に夢がない人とかもたくさんいると思います。今この動画を見ている皆さんは日本語を勉強してこういうことをしたいなという夢があったり、他にもいろんな夢がある人もいるかもしれないし、逆に私の高校生の時みたいに夢がない人もいるかもしれません。でもそういう人たちは意外と好きなこととか得意なことに気づいてないだけなこともあるので、ぜひ私の夢の考え方が変わったみたいに本当に小さなことでいいから好きなこととか得意なことについてちょっと考えてみたら何か変わるかもしれません。私が日本語を教えてて一番嬉しいなと思うことが、生徒が日本語を勉強してそれぞれの夢を叶えていくというところに私が関われることです。私の生徒は基本的にみんなも3年以上は私とレッスンをしている人が多いです。なので私の生徒は生徒と先生という関係よりももっと仲間とか友達というような関係性な人がほとんどです。で、私がそういう関係性を大切にしているからこそ今まで3年間続けてこれてたのかなというふうに思っています。それに最近新しく入ってくれた生徒もたくさんいるので、その生徒とも昔からの生徒みたいにどんどん仲良くなっていい関係を作れたらいいなというふうに思っています。私の夢作りに少しでも共感してくれた人、そして日本語を勉強したい人はぜひ無料のインフォメーションセッションで私に会いに来てください。今新しい生徒を募集中でたくさんのお問い合わせをいただいています。なので遅れないようにぜひ申し込みをしてくださいね。そしてもしレッスンは難しいけど私を応援したいなと思ってくれた人はぜひチャンネル登録といいねボタンをお願いします。そしてBuy Me a Coffee というウェブサイトを始めたので、これどうなるのかあんまりよくわからないけど、ぜひ私を応援したい人はここから応援をお願いします。では最後まで見てくれてありがとうございます。皆さんの夢もぜひコメントに残してください。じゃあ次の動画でお会いしましょう。バイバーイ。